ジャンクの海からこんにちは、東雲はつりです。皆さん、生ハムはお好きでしょうか？みんな大好きですよね。おしゃれなイタリアンダイニングとかに行くと、この前の動画でもやったハーフカットチーズがよく置いてありますよね。そして、ハーフカットチーズと双璧をなすのが生ハムの原木です。じゃーん。コストコのハモンセラーノを買ってきました。コストコのハモンセラーノは8000円くらいなんですけど、なんと骨なしなんです。普通は15000円くらいして骨ありなので、骨が邪魔して大きく切りにくかったりするんですけど、骨がなければ大きく身を切りやすいし、骨がない分食べる分が多くて、しかも生ハム台とナイフもついてます。釣りは今まで3回ぐらい生ハム会をやって生ハムの原木を扱ったことがあるんですけど、結構管理がめんどくさいんですよね。まず冷蔵庫に入れるにはでっかすぎます。それと乾燥対策、そのまま置いておいたらチカチのビーフジャーキーみたいになってあんまり美味しくなくなってしまいます。生ハム台で夏場に常温放置するとすぐにカビも生えてしまいます。袋とかかぶせてもすぐカビが生えちゃうんですよね。切断面がなるべく空気に触れないようにオリーブオイルで湿らせたキッチンペーパーをかけてサランラップをかぶせてってやるとめんどくさすぎてちょっとつまむたびにやってられないですよね。しかもオリーブオイルを使うと生ハム台がめっちゃべちょべちょになります。体験が悪いですね。そこで今回は生ハムに常にオリーブオイルをかけ続けて、食べたくなったらすぐ止めて、使い終わったらすぐにオリーブオイルをかけられるオリーブオイルフォンデュ生ハム台を作っていきたいと思います。まずはオリーブオイルを受ける容器からですよね。必要な分よりも少し大きめのね、底板を切り出していきます。切り出せたら枠を立てていきます。枠を仮止めして隙間が埋まるように溶接していきます。ここで隙間がゼロになればオリーブオイルが漏れ出すことはありませんからね。次に生ハムを設置する生ハム台を作っていきます。足をつけたらオリーブオイルパンに乗せて、いい感じです。次にオリーブオイルを上からかける台を作っていきます。これができたら、あとは生ハムを挟む万力をくっつけていきます。一般的な生ハム台だと万力が1箇所しかなくってうまく固定できない状態で切るのが結構大変なので、今回は万力を3つもつけました。生ハムがちっちゃくなってきても2点止めすることができるように配置しています。次はいよいよ塗装です。ラクレットマシンを作った時は密着ロンをしてビバブラックを拭いたんですけど、チーズの油で結構浮いてしまったんですよね。今回は耐油性能が高そうな結晶塗料を購入しました。これはエンジンを塗装するための塗料で、温めると結晶化してどんどん塗膜が硬くなります。成分的にもね、溶剤が飛んじゃえば多分人体に害はないと思います。オリーブオイルに本当に耐えられるのかが見ものですね。結晶塗料は拭いてすぐに120度で20分から60分熱を当てると一番綺麗に結晶化するみたいです。ヒートガンだとめちゃくちゃムラが出ますね。でもうまく結晶化しなくっても強度的には長く温めれば温めるほど塗装が強くなるって書いてます。こんなもんかな。それじゃあオリーブオイルポンプをつけていきましょう。ポンプは今回小型の USB ポンプを買ってみました。こんなんで本当にオリーブオイルが持ち上がるんでしょうか。今回は生ハムの好きな位置にオリーブオイルがかけられるようにフレキシブルクーラントをつけていきます。これは本来金属を削るような電動切削工具についていて、切削油をかけるのに使われている工業製品なので、なんだか工業チックな色使いをしてますね。やったー、完成しました。生ハムの切断面に油をかけたいので、早速生ハムを切っていきましょう。わー、美味しそう。
でも表面は酸化してて美味しくないんですよね。そぎ取っていきます。やっぱり切りやすい生ハムですね。骨がないのでずっとこんな調子で大きく切れるなら楽しいですね。スパもすごい。今回食べたい分が切れたのでオリーブオイルを注いでいきましょう。オイルパンにオリーブオイルを注いでいきましょう。今回このオリーブオイルパンが何リットル入るのかって全然計算してないんですよね。まあでもエンジンオイルとかでもそうですけど、液の量が多ければ多いほど油全体が劣化するスピードが下がるので、あんまり少ないとすぐオリーブオイル全取り替えしなきゃいけなくなるかもしれません。それだとあまりにもめんどくさいですよね。オリーブオイルが空気に触れていてどれぐらいで劣化するのか今後が気になります。いや、これマジ3リットル使っちゃいましたね。3リットルって言ったらだいたい軽自動車のエンジンオイルと同じ量ですよ。いけますね。全然上がってこない。ちょっとポンプが響きすぎました。ポンプは交換するとして、チューブをオリーブオイルで満たしたら、吸い上げ効果で微妙にオリーブオイルが出てくるようになりました。やったー。でもこの勢いじゃ、キッチンペーパーも併用しないと乾いちゃいそうです。ただキッチンペーパーをかぶせていたら、お手軽感がなくなってしまうので、ここは絶対に直したいと思います。とりあえず気を取り直して生ハムを食べていきましょう。生ハムっていくらでも食べられそうな気がするじゃないですか。でも原木を食べ始めるとすぐに体が拒否するようになります。初りのおすすめの付け添えはレタスと桃缶。人と集まってもすぐに準備ができて塩味を美味しく処理してくれます。生ハムメロンとかも美味しいんですけど、桃缶がやっぱりコスパ最強だと思います。コスパを考えなければ、いちごとかも一緒に食べても美味しいですよ。なんでコスパ言ってるかっていうと、生ハム会とかをやると、みんな生ハムに飽きてきて、フルーツを単体で生き始めるんですよね。主催者的には、メロンだけ食べちゃおしまいでしょう。メロン高いねん。生ハムを減らしてくれってなるので、桃缶をたくさん用意しておくと、心穏やかな気持ちになります。今回ビールはスーパーで初めて見たピルスナーをいただきました。ピルスナーなので飲みやすいけど香りがとても良くて美味しかったです。じゃん。一回り大きいサイズで 4.5W の3倍パワフルな USB ポンプがあったので買ってみました。もっとパワフルなポンプもありますけど、オイルパンの中に収まる方が静かでいいですからね。わー、見てください。ちゃんとオリーブオイルが出るようになりました。これなら切断面がちゃんと守れそうです。そしてポンプを止めるとすぐに切って食べることができます。そしてすぐにまたオリーブオイルをかけられる。思い立ったらすぐに塩味の肉を口に放り込めるの悪魔的発明です。今回は夢の生ハム原木との共同生活を送ってもちょっとめんどくさいなーってなってすぐに倦怠期が来てしまいます。ここで今回は生ハムの原木を管理、お手軽に食べられるようにするオリーブオイルマシンを発明しました。今回面白かったよって方は高評価、チャンネル登録、Twitter でシェアしたりコメントをしていただけると励みになります。あと、初売りは2022年7月31日までクリエイティアさんのアピールコンテストに出場しています。投票やサブスクのプランの金額に応じて票が入ったりして優勝するとなんと虎の穴の店頭ブース、秋葉の街頭モニタで動画が流れたり、絵師さんに絵を描き下ろしてもらえたりするみたいです。今までの動画で作ったものがバックでもらえたり、オーダーメイドで家具や機材を作る高額プランも用意しているので、東雲初売オーダーメイドでパソコンとか金属加工とかぴったりサイズの家具を入手したい方は今だけのチャンスですよ。ぜひご検討ください。5000票とか1万票とかが入るので、普通に優勝を狙っていけると思います。
それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。